サイエンテプス。こんにちは。安心と安全のための知識をわかりやすく提供するチャンネル、サイエンティプスです。最近ちょっと考えたのですが、こんな風に安全や安心について論じようというのであれば、より危険性の高い物質を優先的に扱った方が、おそらく動画の需要ともマッチしますよね。そんなわけで、今回取り上げるテーマは、知る人ぞ知るあの猛毒についてです。突然ですが、皆さんはピーナッツは好きですか？カロリーが高いのがたまに傷ですが、栄養価が高く、不飽和脂肪酸やビタミンが豊富なことで知られています。何より、美味しいですよね。それに、こんな面白い調査があります。これはピーナッツの摂取量と、様々な病気の発症リスクを統計的に解析した研究なのですが、日頃ピーナッツを食べる人の方が、脳卒中、脳梗塞、循環器疾患を発症しにくいという結果が得られています。こんな風に美味しくてヘルシーなピーナッツではありますが、こんな話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。ピーナッツにつくカビが恐るべき猛毒を作るのだと。実はそれ、本当です。その猛毒の名こそ、今回のテーマ、アフラトキシンです。健康に気を使う方であれば、すでにどこかで耳にしたことがあるかと思いますが、アフラトキシンはカビが作り出す強力な発がん性物質です。アフラトキシンについての説明でよく見かけるものを箇条書きにすると、1、カビが作り出す毒素である。2、ナッツ類がこれに汚染されていることがある。3、肝臓がんを誘発する。こんなところでしょうか。私もこれらの情報に間違いはないと思います。なので、ナッツ類にカビが生えていたら食べるのをやめましょう、と締めくくって終わりにしても良いのですが、それでは数ある他の動画と変わりませんので、このチャンネルではどこよりも詳しくお届けします。まずは敵の正体を知りましょう。アフラトキシンを作るカビは、アスペルギルス属の菌の一部です。その中でも食品を汚染することで特に問題視されるのは、アスペルギルスフラバスを筆頭に、この3種類です。今回は最も研究が進んでいるアスペルギルスフラバスを中心に話していきます。その前に、この菌が問題視されるようになった経緯、七面鳥 X 病について触れておきます。事件が起こったのは1960年の英国、ロンドン周辺の農場で、七面鳥が大量に死んでいるのが見つかったことが始まりです。今までに見たこともないような症状で、病院もわからず、これが後に七面鳥 X 病と呼ばれることになります。調査の結果、伝染性の病気ではないし、病原微生物も検出されない。ただ、奇妙なことに、皆肝臓に特徴的な病変が見つかる。この病気はロンドンの同じ地域で続きましたが、やがて七面鳥に与えていた飼料の組成に、ある共通点が見つけ出されます。いずれの飼料も同じ会社が運営する製造所から仕入れられ、ブラジル産の落花生を含んでいたというのです。これが犯人だろうと多くの調査研究がなされ、とうとうアスペルギルスフラバスが汚染源として検出されます。そして、この菌が作り出していた毒素が強い肝臓病変を引き起こすことが分かったのです。続く研究により、アヒル、鶏、牛、豚なども汚染された落花生で肝臓病変を起こすことが分かっています。これらの論文はいずれも事件の翌年のもので、精力的に研究が行われていたことが伺えます。しかしながら、最終的に、この病で失われた七面鳥の数は、推定で10万とも20万とも言われています。この事件は大損害をもたらしましたが、動物の飼料にも気を配るきっかけになったとも言えるでしょう。さてさて、これでアスペルギルスフラバスが毒素を作ることが分かり、それがアフラトキシンと呼ばれるようになったわけですが、ここで一つしょうもないクイズを出しましょう。トキシンとは毒を意味する英語ですが、アフラとは何のことでしょうか。ここで1時間待つので考えてみてください。では、スタート。はい、きっちり1時間経過しました。そろそろ答えが出た頃でしょう。古代ペルシア発祥のゾロアスター教の神の名をアフラマズだと言いますが、アフラトキシンの語源とは全く関係ありません。3つの顔と6つの腕を持ち、
鬼神としても知られる仏教の守護神をアシュラと言いますが、残念ながらアシュラと鬼神ではありません。そうこうしている間に、これ見よがしに答えは書いておきました。皆さんは正解できましたか？さて、話を元に戻しましょう。私たちにとって一番重要なことは、アフラと鬼神に汚染された食品を食べないことです。そのためには、実際に汚染された食品がどんな感じなのか、見て知っておくことが大切でしょう。アスペルギルスフラバスは、こんな見た目をしています。一般的には黄色をしたカビと言われ、フラバスというのはラテン語で黄色という意味です。そうは言っても、見てお分かりの通り、必ずしも黄色に見えるとも限りません。黄色、茶色、モスグリーンといったところでしょうか。もう一つ、リアルな図を見ておきましょう。これは、ピーナッツに付着したアスペルギルスフラバスです。このくらい目立つ見た目をしていれば見分けやすいですが、もう少し茶色っぽかったら見落としそうですね。少し厄介なのは、ピーナッツバターのように、すでに加工済みのものからアフラトキシンが検出されることがあり、その場合は、消費者側では基本的に打つ手がありません。検査で確実に全て弾けるとも思えませんので、まあ、神頼みですね。ただし、使用している原料の生産地が分かれば、ある程度リスクが減らせる場合があります。アフラトキシン対策に限った話ではあるのですが、国内産のものを選ぶことをお勧めしておきます。これは、なんとなく日本産の方が良いだろうという一般論ではなく、ちゃんとお勧めする理由があります。それは、アフラトキシン生産菌の性質と関係があります。こちらの図は、アフラトキシン汚染が起こりやすい地域を黄色で示しています。アスペルギルスフラバスは、12度から48度の間で生育可能で、最適な温度は37度です。世界中の大気中や土壌中に広く存在しますが、毒素を作るには高温多湿な環境が必要で、30度が最もアフラトキシンの産生に適しており、10度以下では作らないとの報告もあります。なので、アフラトキシン産生菌による汚染は、熱帯地方を中心に起こっていると言われています。そんなわけで、この図から見てもわかるように、アフラトキシン産生菌にとって、日本は必ずしも快適とは言えません。ここで、もう少し具体的なデータを見てみることにしましょう。これは、日本や東アジアでアフラトキシン産生菌の分布を調べた研究です。噛み砕いて説明すると、この円グラフの黒塗りの部分が多いほど、アフラトキシン産生菌が広く存在したということです。北海道、本州の北部、四国では、アフラトキシン産生菌はほとんど見つかりません。一方、本州の南部、九州では、わずかに検出されることがわかります。さらに、奄美大島や沖縄のように、温暖で湿度の高い地域では、検出率はやや上昇しています。より南に位置する東南アジア諸国では、検出率はさらに上がっていきます。こうしてみると、南の方を除けばという条件付きではありますが、日本にはアフラトキシン産生菌自体があまり多く分布していないことがわかります。毒素を作る菌の分布が少なければ、当然汚染のリスクは低くなります。こういった理由から、日本の作物ではアフラトキシン汚染が起こる可能性は低いと考えられています。せっかくですので、続いて日本のピーナッツの産地について見ておきましょう。これは農水省のホームページの子ども相談というページです。ここに書かれている通り、国内産のピーナッツは千葉県産と茨城県産で9割以上を占めるので、大部分がアフラトキシンによる汚染可能性の低い地域で作られていると言えます。あと、余談ですが、この部分、茨城県ではなく、茨城県です。なぜか間違えている人多いですよね。さて、話を戻しましょう。国内産のものは汚染の可能性が低いという話でしたね。実際、東京都のホームページによると、アフラトキシンは国産品からは検出されていないそうです。おそらく東京都が検査したもののうち、基準値をオーバーした国産品がないという意味かと思います。この記述はピーナッツに限った話ではないので、作物全般に言えることのようです。ついでにもう一つ、ここに示したのは2005年の古いパンフレットなのですが、正確でわかりやすくまとまっています。
こちらの結論も同じで、日本国内の作物などに汚染が起こる可能性は低いと結んでいます。気になる方は一時停止して読んでみてください。さて、続いて輸入作物の汚染状況も見ていきましょう。これはピーナッツの輸入元、上位5カ国についての統計資料です。だいたい毎年、中国、アメリカ、南アフリカからの輸入が多いです。実際に表を見ていくと、この青い枠の部分が検査した件数で、赤い枠の部分は国の安全基準を満たさなかったものの件数です。大まかに言って 1% 強が何らかの問題で規制に引っかかっているという状態です。この違反件数のすべてがアフラトキシン汚染によるものとは言えませんが、大部分はそうだと思われます。というのも、厚労省の資料によれば、輸入食品の有害物質汚染による違反の大部分は、アフラトキシンによる汚染だとされていて、中でもアメリカと中国の有害物質汚染で最も多いのは、落花生のアフラトキシン汚染だとされています。こうしたことから、落花生のアフラトキシン汚染は、輸入食品汚染の中でも大きなウェイトを占める問題だとわかります。こちらは2000年前後の少し古いデータですが、日本に輸入された落花生を原産国ごとに分析したもので、問題があるレベルのアフラトキシンが検出された率を示しています。日本が輸入している上位3カ国、中国、アメリカ、南アフリカはいずれも 2% 台です。細かい補足をすると、この表だと1998年以前は検出率が小さくなっていますが、これはその頃を境に検出感度が上がったというだけの話です。とにもかくにも、輸入した落花生のうち、アフラトキシン汚染が見られるのが 2% 台ということでした。よくよく見ると、この数字、先ほど別のデータから算出したものとも近いですね。輸入落花生のアフラトキシンによる違反率は、基本的にこの水準と見て良いかと思います。このように一定の割合で汚染品が出てしまうのは、一概に品質管理が悪いからというわけではありません。違反品とされてしまうと、それがそのまま経済的損失となってしまうので、どの国もカビには細心の注意を払っているはずです。それでも汚染品が出てしまうのは、ある意味、アフラトキシン産生菌が生息する地域の宿命とも言えるでしょう。アメリカは緯度が高い印象があるかもしれませんが、主な落花生の生産地はご覧の通りです。生産量の多い順に、ジョージア、テキサス、アラバマ、フロリダ、このように南に位置する温暖な州で作られています。アフラトキシン産生菌の生育しやすい温暖な気候だと、どうしても一定レベルの汚染は避けられないのかもしれません。さて、ここで少し視点を変えてみましょう。実は、毒素を産生する菌の地理的分布以外にも大きな汚染要因があります。それは、輸送にかかる時間です。アフラトキシンによる汚染は、作物の収穫後に始まることも多いとされているので、輸入作物が長い船旅を経て日本に着く場合、その間に汚染を広げてしまうケースもあると思われます。どうやって輸入するのかは業者次第かと思いますが、一般的に落花生は海上輸送でしょう。空輸のコストはかなり高いので、高級な青果類や海産物など、鮮度が重要なものが中心になるからです。では、船での輸送はどんな感じなのか、東京都の資料を見ていきましょう。船のコンテナには、空調機のついたリーファーコンテナと、温度調節機能のないドライコンテナがあり、常温の流通食品の多くは、安価なドライコンテナで運ばれているといいます。しかし、ドライコンテナの内部は高温多湿になり、カビ毒が産生される懸念があるとのこと。前にも言いましたが、アフラトキシンを産生する最適温度は30度で、湿度は高い方が良いようです。このような環境が長時間続くと、毒素ができてしまう危険性が高まるわけです。では、実際の輸送船内の温度や、到着までにかかる時間はどの程度なのでしょうか。これは様々な輸送航路ごとに、ドライコンテナ内の温度と湿度を測定したデータです。この赤い四角が発送元の国で、到着地は日本、輸送にかかった日数は、青い四角の中を足し算してください。現地で出荷され、日本の業者の手に渡るまでに、どのくらいの日数がかかるのか、まずは見ていきましょう。最初はこちら、中国です。
中国は比較的距離が近い印象があると思いますが、それでも2、3週間程度はかかっています。思いのほか、時間がかかりますね。お次はこちら、アメリカです。アメリカでの落花生の生産は東の方が中心なので、基本的には東海岸からの出港となるかと思います。ここに示された航路だと、1ヶ月から2ヶ月かかることがわかります。長い船旅です。さて、日本に向けた海上輸送の最高温度と最高湿度も見ていきましょう。赤い枠が最高温度、青い枠が最高湿度です。温度に関しては、夏場には当然高いですし、冬でも普通に30度近くまで上がる航路があります。前にも説明したように、アスペルギルスフラバスは12度から48度の間で増えるとされ、30度に近いほどアフラトキシンを産生しやすくなります。そういう視点で見てみると、赤枠内の温度は30度付近まで上がることが多く、青枠内の湿度も概して高いと言えるので、ドライコンテナ内の環境は、アフラトキシンの産生される高温多湿な環境になるケースが多そうです。また、ドライコンテナでのトラブルに水濡れがありますが、結露などの水濡れは著しくカビの繁殖を促進するので、このあたりも大きなリスクと言えるでしょう。そんなわけで、作物の海上輸送もアフラトキシン汚染の可能性を高める要因となります。ここまでをまとめましょう。アフラトキシン汚染のリスクの少ないピーナッツを選びたいなら、国産のものを買うのがいいという話でした。その理由は、国内にはアフラトキシンを作る菌が極めて少ないからです。ただし、南の方に行くと少しはいます。そして、かなり入念に調べましたが、国産の落花生で違反となった事例は見つかりませんでした。年々生産規模は縮小気味ですが、安全性の高い商品です。一つ懸念点があるとすれば、温暖化の影響などで毒素産生菌が北上すること。今のところその兆候はありませんが、気になるポイントではあります。一方で、主な輸入品からは、毎年 1% ほどの違反品が見つかっています。その原因は、毒素産生菌の地理的分布や長期の海上輸送などによるでしょう。汚染された商品が検査をすり抜ける確率は低いかもしれませんが、それを加味したとしても、輸入品の方がリスクが高いとは言えそうです。そういうわけで、現状、国産品をお勧めしています。まあ、国産品は高いんですけどね。ここまでの説明で、アスペルギルス属の菌の一部が猛毒を作ることを話してきました。そうすると、菌に詳しい人はこんな疑問を持つかもしれません。醤油とか味噌を作るのもアスペルギルス属の菌じゃなかったっけ？牧草は大丈夫なの？大丈夫です。アスペルギルス属はいわゆる麹カビの仲間で、醤油や味噌を作る際に使うカビもアスペルギルス属です。この表で言うと、赤枠で囲ったあたりが発酵食品によく使われています。これらの菌は今ではよく調べられていて、アフラトキシンを作らないことが分かっています。なので、煮付けも味噌汁も安全です。まあ、日本で特別に肝臓がんが多いわけでもないので、押して知るべしの肝はありますよね。あと、もう一つ言っておかなければならないのは、菌株ごとの違いについてです。今までアスペルギルスフラバスのことを毒素を産生する悪者のように言ってきましたが、実のところ、すべてのアスペルギルスフラバスが毒素を作るわけではありません。同じ人間という種にも様々なバリエーションがあるように、アスペルギルスフラバスも菌株によって違いがあります。例えば、AF36 という株は、アフラトキシンを作らないことが知られています。そして、この株はなんと、アメリカでは農薬の成分として使われているといいます。いわゆるバイオペスティサイドです。これがどういうことか簡単に説明します。土壌中には毒素を産生する株と産生しない株が共存していることが多く、それらは同じ宿主に感染しようとするので、両者は資源の奪い合いをします。この両者のバランスによって毒素の生まれやすさが変わってくるわけです。なので、あらかじめ非産生菌である AF36 を撒いておけば、毒素産生菌の増える余地をなくせることになります。このようにしてアフラトキシン汚染を防ごうという試みです。
AF36 以外にも N なんたらという読みにくい名前の菌株もアメリカで認可されています。生態系への影響など気になる点はありますが、おおむね良い効果は得られているそうです。物扱い用ですね。さて、ここまではアフラトキシン酸性菌に焦点を当ててきましたが、ここからはアフラトキシンという毒素そのものについて掘り下げてみましょう。実のところ、アフラトキシンと一口に言っても様々な種類があります。ここに主な6つを挙げてみることにします。この中ではアフラトキシン B1 が最も毒性が強く、基地の多くの発がん性物質と比べてもトップクラスに強い発がん性を持つとされています。とはいえ、B1 以外のタイプも動物実験などで強い発がん性が示されています。アフラトキシン M1 や M2 は B1 や B2 の代謝産物として重要です。例えばアフラトキシン B1 で汚染された飼料を牛に与えると、牛の肝臓がやられるだけでなく、代謝産物の M1 が生乳中に混ざってきます。牛の餌がカビ毒で汚染されていると、こうして間接的に人にまで汚染が広がってしまいます。そんなわけでアフラトキシン M は乳製品の汚染の原因として問題視されています。それでミルクの頭文字を取ってアフラトキシン M なんだそうです。日本ではアフラトキシン類の基準値は 1kg につき10マイクログラムです。アフラトキシン B1、B2、G1、G2 の合計値が10マイクログラムを超えた食品は流通できません。ところで10マイクログラムと言われてイメージは湧きますか？わかりやすい例えを出すなら、炊く前のお米1粒がおよそ 20mg です。つまり、お米1粒の2000分の1程度の重さでも含まれていたらアウトなわけです。アフラトキシンの毒性の強さが伺えますね。この毒性の強さゆえに、予期せずアフラトキシンを吸い込んでしまうと大惨事になります。ここで一つ実例を挙げておきましょう。1970年代の話ですが、ポーランドの古い王族のお墓の修繕作業を行った人たちが次々に亡くなっていく事件がありました。呪いだなんだと騒ぎになったのですが、とある微生物学者がお墓からアスペルギルスフラバスを検出し、結局は粉塵に含まれるアフラトキシンを吸ってしまったことが原因だと判明しました。そう、美容でもやばいんです。それに加えて、この猛毒、皮膚からもある程度吸収されることが分かっています。この論文によれば、皮膚に対するアフラトキシン B1 の暴露は避けるべきとしています。落花生に緑や黄色のカビを見つけたときは、素手で触らず、粉塵にも気をつけてください。ちなみに、アフラトキシンに紫外線を当てると蛍光を発することが知られています。アフラトキシン B は青、G は緑、M は紫の蛍光を発します。吸収する紫外線の波長についても研究されていて、365ナノメートルの波長をよく吸収します。この図の中にある EX が吸収した波長で、EM が出てきた波長です。この図では450ナノメートルの青っぽい波長が出てきているので、アフラトキシン B を解析したデータでしょう。他の文献を参照してみても、アフラトキシンが吸収する波長は、やはり365ナノメートル付近がメインです。市販のブラックライトの中にも365ナノメートルの紫外線を出すものが売られているので、自分で検出してみることもできるかもしれませんね。まあ、アフラトキシンで遊ぶのは危険なのでおすすめはしません。さて、この恐るべきアフラトキシン、実は落花生に限らず様々な食品を汚染します。ここに示したのは2020年頃の記事で、アフラトキシン汚染の多い食品を挙げたものです。メインはナッツ類ですが、香辛料や穀物も汚染されることがあります。最近では、チョコレートなどもアフラトキシンに汚染されていることがあるようです。こうなると、どこにでもアフラトキシンがありそうで、不安になってしまいますよね。もう何もかも加熱調理するしかないと思ったあなた、実はそれも無駄なんです。この絶望的な図をご覧ください。これは、アフラトキシン含有食品を加熱した時に、どのくらい除去できたかを調べたデータです。例えば、この赤い枠で示したところ、150度で20分も加熱していますが、アフラトキシンはほぼ完全に残っています。また、100度で2時間加熱しても、
ほとんど効果はないようです。総じて加熱調理することでアフラトキシンを分解することはできないと言えそうです。難しい話ですが、初めからアフラトキシンを含有したものを選ばないようにするしかありません。この動画の冒頭のあたりでアフラトキシンが肝臓がんを誘発することは述べましたが、それがどうしてなのか簡単に触れておきましょう。体内に取り込まれたアフラトキシンは肝臓に運ばれて代謝されます。実はこの代謝の過程で最も危険な物質が生じるのです。左側のアフラトキシンが代謝されて肝臓がんの元凶ともいえる右側の物質になります。これはエポキシド中間体などと呼ばれたりもしますが、図に矢印で示した部分をエポキ式といい、とても反応性が高い化学構造です。このエポキ式は DNA の構成要素であるグアニンと反応しやすく、DNA に不可逆的な損傷を与えます。この損傷が蓄積していくと、中にはがん化してしまう細胞も出てくるというわけです。こういったメカニズムにより、代謝の中心地である肝臓にがんが誘発されることになります。アフラトキシンが肝臓がんの原因となる理由がお分かりいただけたでしょうか。ここに示した文献によると、世界中で毎年発生している肝臓がんのおよそ4から 28% がアフラトキシンと関係があるのではないかと考察しています。肝臓の細胞をがん化させないためにも、アフラトキシンは可能な限り避けるのが賢明でしょう。さて、ここまででいろいろと救いのないデータを見てきましたが、消費者側でできる対策は本当にないのでしょうか。そう思って調べていたところ、役に立つかもしれない文献をいくつか見つけました。ここに示したのはナッツ類の保存方法についての研究です。ナッツ類がアスペルギルスフラバスに汚染されていても、保存の仕方次第では汚染の広がりを抑えられるようです。赤い枠で示したのが初期のアフラトキシンの量なのですが、常温で3ヶ月または6ヶ月放置すると、青枠のように汚染が拡大してしまいます。しかし、4度で保存すると、緑の枠のようにある程度汚染の進行を遅らせることがわかります。無論、最初から汚染されたものを選ばない方が良いのですが、あらかじめ完全に除外するのは難しいため、目に見えない微量の汚染があるものとして、予防的な扱いをすることも大切です。大事なことなので繰り返しますが、ここで紹介したのは、汚染がなさそうなものでもあるかもしれないものとして扱うという予防的措置です。なので、明らかに汚染があると分かっているものは即座に廃棄しましょう。もう一つ別のデータも見ておきましょう。こちらの文献も内容は先ほどとほぼ同じです。常温でほったらかしておくと汚染が広がりますが、4度で保存すればそれを抑えられます。それに加えて、この研究では密封しておいた方が汚染を防げることも示されています。乾燥剤や脱酸素剤とともに密封すると、より効果的かと思います。以上をまとめると、アフラトキシン汚染を警戒したいナッツ類は、なるべく冷蔵庫で密封した状態で保存するのが良さそうです。ただし、重要な注意点があります。湿度の上昇もカビの繁殖を促進するファクターなので、結露にも気をつける必要があるんです。冷蔵庫で冷えたナッツを取り出す際は、必要な分だけ素早く取り分け、残りはすぐに冷蔵庫に戻しましょう。冷蔵庫に入れる前に、あらかじめ小分けにしておくのも便利かもしれませんね。冷凍庫の方が温度は低いですが、出した時に結露しやすいので、扱いが難しくなる気がします。諸刃の剣と言えそうです。まあ、あまり細かいことを言われると美味しく食べられないという方は忘れちゃってください。調査に調査を重ね、データに基づいた解説をしているつもりですが、必要以上に不安を煽りたいわけではありません。正しく知って、正しく備えることで、逆に不安がなくなることを願っています。そうした正しい知識の先にこそ、本当の健康や安心があるのではないか。それがこのチャンネルのコンセプトでもあります。ネット上は様々な意見で溢れていて、営業トークやポジショントークが混ざっていることも珍しくなく、偉い先生の言ったことだとしても正しいとは限りません。一見すると信頼できそうな人、例えばお医者さんの言うことや有識者の言うことであっても、実は事実無根の思い込みやセールストークがよくあります。なので、何かの意見を信じようとするときは、話しているのが誰かではなく、
根拠があるかどうかを意識してみてください。そうすると、このチャンネルがうるさいくらいに細かいデータを見せてくることに、少しだけ共感が持てるかもしれません。さて、なんだか脱線してしまいましたが、アフラトキシンについての総括に移りましょう。まずはアフラトキシンの性質について。アフラトキシンは自然界で最も強い発がん性物質とされていて、肝細胞の DNA にダメージを与え、肝臓がんを強く誘発します。特にアフラトキシン B1 は皮膚からも取り込まれると報告されているので注意が必要です。次に食品汚染について。汚染される食品はナッツ類、穀物、香辛料、チョコレートなど多岐にわたります。チョコレートは原料のカカオ豆が汚染されることが原因となるようです。汚染された飼料を家畜に与えると、その代謝産物が家畜の肉や卵、特に乳製品に移行し、汚染されることがあるとされています。加熱調理によってアフラトキシンを分解するのはほぼ不可能です。加熱しても全く減らないと思っておいた方がいいです。最後にアフラトキシン対策について。アフラトキシン産生菌のコロニーは黄色、茶色、緑色に見えることが多く、高温多湿なほど元気よく毒素を産生します。30度付近になると絶好調です。なので、汚染が気になる食品は低温保存が基本。乾燥剤を入れて密封し、結露にも注意しましょう。今のところ、日本産の作物での汚染はほとんどないため、日本の産業を支援する意味でも、日本産の落花生や穀物はおすすめです。まあ、そんなところです。身近な猛毒ということでアフラトキシンを取り上げましたが、実のところ、身近な毒物はたくさんあります。動画として面白いかはわかりませんが、科学のチャンネルとしては、毒物についても扱っていきたいところです。さて、尺の長い動画になってしまいましたが、学術的な面も含めじっくりとお伝えできました。また動画をアップしますので、ぜひチャンネル登録しておいてくださいね。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。